はい、今回はもうサムネで答えを出すスタイルでお送りしております。ゆかです。よくオンロード系マシンの走行レビューもお願いしますとかね、コメントいただくんですけど、私の場合は全然レースとかも出てないし、毎周回 0.2 秒とか3秒とか絶対ずれちゃうんで、多分何の参考にもならないと思うんですよね。ベストな資料を基準にして 0.1 秒とかで毎回安定したタイムが刻めるのであれば、自信満々でよしあしを伝えることができると思うんですけれども、全然無理っすね。ということで、こっそりですね、ツーリングカーの練習もしてるんですけれども、基本的には私も TT02 を使っておりましてですね、練習しながらセット変更することはあんまりないんですけど、物理的な回転抵抗とか、あとは合成感による不安定さみたいなのは解消したいなっていうところで、いろいろとオプションパーツをつけていった結果が、サムネの金額なんですけれども、とりあえずマシンがこんな感じで、これもよくご質問いただくんですけど、オプションパーツは何入れたらいいですかっていうご質問ですね。ということで今回は、私が走らせながら何を感じてオプションパーツを入れたのか、そしてその順番についてお話していこうと思います。ではまず、今回のお話は完全にノーマルの TT02 からというのがお話のベースです。中には賛否両論だったり、それぞれの考え方があると思います。なので、あくまでも参考程度に見ていただきたいっていうのと、そして大前提として、パーツ交換は一長一短というか、良くなった部分とその代わりに違う欠点が生まれたりするので、正解は一つではないんですね。そういった点も踏まえて参考にしていただきたいっていうのと、もう一つ、オプションを入れる前に確実な組み立てがすんごく重要です。具体的には、まず締め付けトルクですね。自動車を触る上での基本であり、とっても重要な部分でもあります。この締め付けトルクの差によって、ここ、ちょっとわざと緩めたんですけど、パーツが歪んで取り付けられてしまったり、回転物が綺麗に回らなかったりという小さなロスを各部に生み出して走らせにくい車になってしまったりします。なので、各部一定のトルクで締め付けるように心がけると、それだけでも走りが激変したりします。そしてもちろん、キット標準のタッピングビスでも問題ないんですが、そのトルク管理をしやすくするために、タップでメネジを切ってから、ピッチの細かいマシンスクリュー&回す力に集中できる六角ビスに交換するというのが、私がいつも組み立て時にビスを交換している理由です。復刻系マシンの場合は、プラスビスの方がなんか似合うっていう理由で、プラスビスを使ってますけどね。ですが、こっそりね、タッピングではなく、ピッチの細かいタイプのプラスビスに交換してます。あとは先ほどもお伝えしましたが、パーツを取り付ける際の傾きや歪みですね。特にこういったアームをマウントするためのパーツは、ビスを締める前にガタつきを確認して、左右が同じくらいの塩梅になるように締め付けて、必要な場合は霜を入れてガタを減らします。こんな感じで各部がスムーズに動くことを意識して組み立てるっていうのが、案外走行性能に大きく影響するので、ぜひ組み立てるとき、またはメンテナンスをしながら愛を込めてあげてください。そして次にノーマルの TT02 でサーキットを走らせる前に交換しておきたいところがですね、ステアリングリンク、ハイトルクサーボセーバー、そして各部のベアリング、フルベアリングですね。最後にダンパー。ステアリングリンクはノーマルでもいいんですが、しっかり締め付けてしまうと、こんな感じでちょっと動きが渋くなってしまうんですね。なので、ノーマルの場合は締めすぎに注意して、走行ごとに緩みをチェックした方がいいかなと思います。なので私は潔くアルミのステアリングセットに交換しました。そしてノーマルのサーボセーバーだと樹脂のスプリングで、どうしてもタイヤのグリップに押し戻される感覚があるので、ここもハイトルクサーボセーバーに交換。TT02 用はサーボセーバーとアルミサーボホーンとステアリング周りが全部セットになった OP1572 TT02 アップグレードステアリングセットっていうオールインワンのオプションがあるので、そちらがおすすめです。そしてプラベアリングだとどうしても収動抵抗があるので、最初にフルベアリング化もしてます。あとはダンパーなんですけど、ノーマルのダンパーがダンパーっていうよりもバネだけでフリクションもないので、ここは少なくても樹脂製の CVA オイルダンパーに交換しておきたいです。でもさらなる安定感を求めて、いずれはアルミに交換したくなっちゃうので、私はもう最初からアルミダンパーにしてますね。こいつが高い。でも無名の海外製は除きますが、他社のアルミダンパーと比べるとまだタミヤは優しいお値段ではありますよね。高いですけどね。そしてこの時点で
出場するレースに合わせたパワーソースとギア比、タイヤも交換しておきたいところですね。なのでギア比を変えるためにハイスピードギアセットやピニオンの交換も必要になるかと思います。私の場合はタミヤグランプリのタミヤツーリングのレギュレーションに合わせてあります。なのでもっと速いカテゴリーに対応しようと思うと、最初に入れておきたいオプションパーツが少し変わってくるかなと思いますが、タミヤツーリングのレギュレーションは本当にちょうどいい速度感だと思ってて、そんなに速くはないんですけど、いざねサーキットで走らせてみると結構難しいので、ぜひトライしてみてください。でまずはそこまでの状態で走らせてたんですけど、正直全然普通に走る。なのでこの時点で次のオプションを入れる前にプロポやサーボを検討していただくのがいいかなと思いますね。車側がしっかりしてると、やっぱりプロポの解像度だったりサーボが指示した分しっかり動いて保持してくれてないと、車が悪いのか自分の手がいけないのかわからなくなっちゃうので、ある程度の性能のプロポとサーボを試してもらうのがいいかなと思いますね。双葉の 4PM とか3話の MTR とかですかね。これは前型の MTS ですけどね、ご予算が許すのであればもっといいプロポいっちゃってもいいかなと思います。それからサーボも重要で、スペック上では同じ数字でも結構特性が違ったりするんですよね。こちらは両方デジタルサーボなんですけど、アナログサーボを使用している方はデジタルサーボに変更するだけでもかなり激変するかと思います。でさらに慣れてくるとサーボの動きの特性も気になってくるので、本当はいろいろ試せるといいんですが、サーボも高いですからね、そうはいかないですよね。このあたりはまた何かいい動画が作れればなと思っております。ちなみに私はもう基本的にサボックスのサーボか KO プロポのサーボばっかり使ってますね。そしてこれでかなりラップタイムが安定してきたぞってなったらですね、次は合成をアップさせましょう。合成が上がった時には気づきにくいんですけど、もう一度ノーマルに戻して走らせてみると結構力逃げてたんだなって感じると思います。なのでカーボンダンパーステーとアルミサーボマウント、そしてハードタイプのロアデッキですね。で合成に関わるものではないんですけど、できればローフリクションサスボールも一旦この時点で入れちゃいたいところです。これだけでなんとなくですがコーナリング中のカチッと感が増してきますね。するとなんとなく路面の変化による操作感の違いも鮮明になってくるので、ここからセッティング要素を持つオプションパーツが欲しくなってきます。そしてここがですね、一気にお金がかかるポイントですね。アジャスタブルアッパーアーム、前後デフ、デフの交換に伴うユニバーサルシャフトへの交換、そしてアライメントの測定が可能なツールが欲しくなるという感じですね。アジャスタブルアッパーアームに交換するとキャンバーの調整が可能になるんですが、ここでどうしても測定用のツールが欲しくなります。この調整値がバラバラだとせっかくのオプションパーツが逆効果になってしまいますからね、しっかり調整しときたいところですね。デフに関しては私は今はフロントがスプールでリアはボールデフに落ち着いてて、同時にフロントはダブルカルダンドライブシャフトに交換してます。でも最初はオイル封入式ギアデフに交換したんですよね。もちろんデフオイルの硬さで調整できるっていうのは魅力なんですけど、気づいたらフロントガッチガチでリアデフを都度微調整したいって感じになってしまったので交換しました。ここがちょっと厄介で、ギアデフを使う時とスプールやボールデフを使う時はドライブシャフトの長さも変えないといけないのでお金かかっちゃいましたね。なのでここはメインで走らせる路面に合わせて慎重に選んでいただきたいかなと思います。ちなみに私はカーペット路面がメインです。ここまで来るとほぼフルオプション状態になってくると思うので、せっかくならバンパーサポートもカーボンに変えちゃおうとか、速度域的には変化があるのかないのかわからないんですけど、駆動効率は多少良くなるんじゃないかなというところで、アルミのプロペラシャフトとプロペラジョイントとモーターマウントも変えちゃおうかなってなって、ちょっとリアの塔を変えたいなってなって、アルミのリアアップライトに交換したら、はい完成。こんな感じですね。なのであくまでもフルオプションにしたかったわけではなく、走りを求めてたらこうなっちゃったってだけですね。私の場合流れとしては、まずレギュレーションに合わせて確実に動く車を作るためのオプションを組む。そして車に合わせた走りで練習を重ねて安定してきたら合成を高めて、はっきりしたインフォメーションを得るためのオプションを組む。そこから車の特性を変化させられるセッティング変更を可能にするためのオプションを組む。最後にあってもなくてもよくわかんないけど、せっかくだから付けとこ的なオプションを組む。で場合によっては状況に合わせてノーマルに戻したりするものもあります。という流れで今に至る感じですね。あとは走らせながらダンパーオイルとかデフオイルとか、それと何気にいっぱい使うのがシムとかスペーサーですね。でスペーサーを入れたり抜いたりした時用の予備のビスとスプリング、そしてトレッド調整に使う各種六角ハブ、この辺りはセッティング変更用のツールとして持っておきたいところで、ちょっとずつ出費しちゃう感じです。そして外したノーマルパーツがこちら TT02R とか 02RR のありがたみ。そんなこんなで
で目軽いと本体と細々したセッティング用パーツは省いて、定価計算でおおむね72,732円税込み。でもいつもラジテン名古屋さんでお世話になってるので、実質ここまではかかってないですけどもね、本体のことも考えるとハイエンドまでもう少しという価格になっちゃうわけですね。でも実際には全て必要かと言われたら全部必要ってわけではないと思ってます。私の場合はこうなったってだけでしかなくて、いろいろ試して体感したかったからこうなっただけなんですよね。逆にもっと所有感を高めるためにオプション入れてギラギラさせたいっていう考えもありですし、必要最低限の出費でタイムが出て、さらにそれが揃っているのであればそれが一番だと思ってます。なのでここまでやらないといけないということもなければ、逆にですね、初心者の方でも中級者の方でも関係なく好きな分だけオプション入れたらいいじゃないっていうのが私の考えですね。でもあくまでもタイムを求めて走らせたいんだっていう方にはぜひですね、どのオプションがどんな効果を発揮してるのかっていうのを感じるのが非常に重要だと思いますので、最低限のところから始めて手をなじませて、そこから追加していっていただくのがいいんじゃないかなと思います。そしてタイムや操作性を求めた時には細かいこだわりを持って組み上げるというのがすごく重要で、その基礎と本当に必要なオプションパーツが合わさることでタイムにつながるっていうのは間違いないと思うので、ぜひそのあたりも含めてそれぞれのご予算に合った RC ライフを楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思います。極論私はオプションとかなしの本当にスノ TT02 でファインスペック使ってくっそ速いとかが一番かっこいいなって思ってますので、もっと上手くなって必要最低限のところにたどり着きたいなとね。以上です。終わりー。